にちは。今回は日々は過ぎれど飯うまし第5話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。秘宝しのんちゃん、すでに免許証を5回紛失してしまう。まさか免許証目当てなのでは。平成18年生まれ、10年くらい前やん。まあ大学生らしい話といえばそうなのか。20年以上車乗ってるけどオートマだけでしか運転してないし、高速乗ったことない。信号も歩行者もないから楽だよね。高速雪降ってなければね。免許あるけど東京は走りたくないな。運転練習のアニメって割と需要ありそうじゃない？免許取ってみんなでドライブして事故るっていうとゴールデンタイムを思い出すんだけど、同じ大学生ものなのにだいぶギャップあるな。これ免許持ってないやつが見たら車の運転が激ムズいと勘違いしてまう。7が入ってすごい面白くなった。札幌朝市は毛ガニ足4杯分入ってて1000円。この柿1ついくらくらいするのかな。サイズも大きいから満足感ある。意味深。うまそうだけど当たりそう。生牡蠣に醤油って珍しいな。今年の牡蠣はノロウイルスあるから全く食わなかったわ。牡蠣はやめとけおじさん。牡蠣はやめとけ。なんつうか人生充実してるやつらだな。それに比べて俺はさすがにこの時間2回は買えねえな。物よりちゃんと食べてるな。大学生が肉なしの BB 級なんてやらんだろ。全員出ました。運転手きついぞ。この後亡くなったんだよね。この後異世界転生するんだよね。家に着くまでがドライブ。おい、助手席が寝ると本当に死ぬぞ。首都高の夜景は格別やな。全員わかんで。エナドリ飲んで寝るのか。初心者ドライバーで同乗者が寝てしまうのは死亡リスクが 80% ぐらい上がりそう。運転者以外全員寝るのはさすがにひどくない？一度は言われてみたいセリフ。まだ帰りたくない。もう少し危機感を持った方がいい。一人くらい起きて話し相手にしないと運転しすぐ寝る。こういう時に全員寝るの考えられんわ。一人くらいはきつかっておきとけや。このアニメみんなどこに住んでんの？そう考えると夜行パス楽だな。寝ててもアンパン食っててもいいもんな。このアニメなんとなくおっさん好みの食事が多いような。女の子ならスイーツとか多めにならないものには連続で見れて最高やな。俺は車よりバイクで動くからこういう連れだって動くことねえな。女の子になっていく先々でキャッキャウフフしてえな。これで行動範囲が広がったな。山梨行って30分前のアニメとコラボしろ。25時から雑旅やってくれ。3連はきついだろ。しかも最後が雑で。武蔵野、石川、築地、葛西臨海公園、武蔵野、遠い。今週も良かった。面白すぎました。初心者がいきなりミニバンか。危ねえぞ。初心者にゴールド免許持ちなんて危険すぎて絶対運転させたくない。車内でルービックキューブはよ。下向いてると気持ち悪くなるよな。あれだな。車の免許を取るまでのゆるアニメってありそうで一つもないよな。こういう日常会で1話だけってのはいっぱいあるけど、教習助教官が漫画家にならないとなかなかな。取り立てでそんなガンガン運転はやばいだろ。大学生のドライブの楽しさは異常。免許取り立てで友達とドライブは死亡フラグ。免許取り立てのやつの助手席はジェットコースターより怖い。免許取るやつは大抵高校卒業前に取るよね。大学出てから取りましたが、卒業後だったわ。合宿もしなかった。なお1回落ちた。大学4年の時に時間できたから取った。こうやって逆走するやつが出てくるんだろうな。まあ高速の方が楽だよ。田舎の高速なら大丈夫だろ。高尾山インターチェンジって割と事故起こってるとこやで。免許に高速教習あるだろ。実践は怖い。クラクション一切鳴らされないのはリアリティないな。やべえやつが乗っている場合あるから。最近はそんなみんなクラクション鳴らさないような気がする。初心者がいきなり遠出はやめようよ。バチクソ高いやつじゃん。朝の魚市場とか殺気立ってて
子供なんて連れて行った日には気づいたら子供が3枚おろしになってるんじゃないの。おっちゃんたちもロリにはにっこりやろ。運転途中に生牡蠣を。生牡蠣は当たった時のリスクを人捨てに聞いて以来食べたいとは思わん。大学で車あると楽しいよな。コンビニの塩握りってそれくらい用意していけよ。車あると行動範囲広がるよな。夜ドライブとか流してるだけで楽しいし。行動範囲は広がるけど駐車するとこ探さないといけないのだな。築地だから魚介バーベキューなんだな。車旅だと酒飲めないデメリットあるけどね。こいつらどの道未成年だから関係ないけど。若葉マークで夜の高速とかようやるわ。運転してきてる人に気遣って寝ないように努力しろ。助手席は起きてろよ。周りが寝ると運転手も眠くなるの術。ペーパーの運転手以外みんな寝てるのやばいだろ。まあ起きてても役立たないから寝ててくれた方が運転集中できるんじゃね。そのまま永眠しても気がつかないからセーフ。クレアちゃんお母さんと同じ景色を見たんだね。いいオチや。今回も良かった。めちゃくちゃ海鮮うまそうだった。終わり方の余韻が最高でした。この時間に見たらお腹減るよ。どっちも聖地観光巡りみたいな話なんだが、物語性があることもあってこっちのが好きだわ。土曜の夜にリアタイで見ると多幸感が格別だ。友達車に乗せてる時運転してる自分以外が寝落ちしちまうのって何度も経験してるけど、自分の車なのにめっちゃ気を使って運転しなきゃならんの。何かちょっと何とも言えない気分になる。通常運転な回、過度なストレス展開もなく、会話から来る絶妙なゆるさが、こういうのがいいんだよ感を醸し出していて、めちゃくちゃ見やすい。欲を言えば食事シーンをもっと、車だったりちょっと遠出したりと、大学生らしさがよく考えたらあるので、そのあたり意識してシナリオ作っているんだなと。海鮮バーベキュー良いね。イカ焼きが好み。クレアちゃんが昔の自分に思いを馳せながら、今の友達と楽しい日々を過ごせるのが伝わるいい話。ところでしのんちゃん、運転免許証の資格試験はなめない方が良いぞ。主人公たちが大学生設定だからこそできる免許取得からの初ドライブ、初めて高速に乗る時のハラハラ感といったあるあるを織り交ぜながら、築地での買い物からの BBQ と青春を全力で楽しむ姿がとても良かったです。クレアの思い出とリンクしたラストの締めもエモい。築地からの帰り道、まだ帰りたくないなと思って景色を見ているのだけど寝てしまう。今度はクレアが運転する側になって、幼い頃にかっこいいと憧れた母の姿と重なる描き方、見事でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。